買う気ないじゃんって感じなんですけど、このパッケージ見たらもう買うしかないじゃないですか。お花になってるの可愛くないですか？こんにちは、くまみきです。今日はですね、いろんなところでお買い物を普通にしてきたので、ある日の購入品紹介やっていきたいと思います。GU なんですけど、GU のものは2つだけです。GU の袋にいろいろ詰め込んだ形になっております。というわけで、まず GU ね、これを買いに行ったんですよ。じゃーん！こちらのパンツです。リピ買いですね。これめっちゃ楽なんですよ。GU のね、デニムスウェットイージーパンツっていうので、私前にこれを買って、もうめちゃくちゃ履き倒して、で、破れたんですね、ついに。ほんとこれ、部屋着にもなるし、外にも履いていけるし、最悪旅行の時とかもこれパジャマとしても使っちゃったりとかしてて、本当にね、楽だしどこでも履けちゃうのね。本当にもう家にある服の中で一番これ着てるんじゃないかっていうぐらい着倒して、で、そしたらこのね、ウエストのベルトのところが擦れて破れてしまったので、ちょうど破れたって気づいたのが、この前釣り岡ハウスの方にお泊まりさせてもらったんですけど、その時に気づいて、寿命だなって思って釣り岡ハウスのゴミ箱に捨てさせていただいて帰りました。あれ？なんかパンツ入ってるんだけどみたいになったんですけど、私のです。というわけで、ちょっとこれはないと困るなって思ってリピ買いしました。マジでこれおすすめだからみんな一度履いてみて。そして GU でもう一個お買い物したのがこちらです。バッグ。こちらがショルダーバッグですね。ちょっとこれ取るね。はい、これこんな感じのショルダーバッグになっています。で、すごい便利そうだなって思ったのが、お店のポップのところに書いてあったんだけど、これ 500ml のペットボトルが入るサイズなんですよ。それめっちゃ嬉しいなって思って、結構こういうちっちゃいバッグって本当に入らないじゃないですか。私割と水とかお茶とか持ってること多いし、長財布持ってることも多いので、ちょっとある程度入るサイズじゃないと困るなって思って、で、これがすごい入りそうだったんでね、こちら購入しました。中にはね、こういう仕切りのタイプのポケットと、あとファスナーポケットもついてます。すごい便利そうじゃない？ちょいちょいってコスメとか入るし、あとこの裏面にもファスナーあって、ここにね、例えばスマホ入れたりとか、すごい良さそうと思って買っちゃいました。本当はね、こういう感じのバッグをちゃんとブランド品というか、ね、持とうかなとか、常々思ってるんですけど、なんか私ブランド物持たないんですよ、あんまり。あんま興味なくって。でもなんかもう30過ぎてるし、ちゃんとしたもの持ってた方がいいんじゃねみたいな気持ちはあるんです。そういう気持ちはあるんですけど、なかなか見に行かないというか、買う気ないじゃんって感じなんですけど、だからね、いずれはちゃんとしたの欲しいなと思いつつ、結局 GU で1990円の安いやつ購入しました。結局こういうのが一番使うのよ。なんか良さげだし、使っていこうかなと思います。軽いし、ね。はい。というわけで GU で買ったのがこの2つです。あとなんかほんといろんなとこでお買い物したんだけど、じゃあちゃんと目的持って買い物したものをね、紹介していきましょうね。はい、次、世界堂です。世界堂の購入品、もう文房具たくさん揃ってていいですよね。私は今回手帳アイテムを買ったんですけど、まずはこちら。手帳やノート、ファイルにペンホルダー付きベルトが付けられます。っていうので、ちょっとクリアで見づらいかと思うんですけど、これちょっと前から気になってたんですよね。手帳にね、ペンをつけるところがなくて、いつも持ち歩き困ってたんですけど、こんな感じで、こっちがテープでペタってくっつけるようになってて、で、これパチッとボタンになってて、で、ここの間のところにペンが挟めるようになってるので、本当はもうちょっと可愛いの欲しかったんですけど、色がついたやつとかも売ってたけど、私好みのがなかったんで、クリアでいいかなということでこちらにしました。あともう一個がこちらです。インデックスのこれクリップみたいになってるやつ。なんか手帳とかってよく紐ついてるじゃないですか。しおりになってる紐。私あれあんまり得意じゃなくて、使うんですけど、なんかもっと一瞬でパッて出したいってなるから、ちょっとこれ試してみようと思って買いました。あ、いっぱい入ってる。私これ見た時ね、3つしか入ってないと思ったんだけど、開けたらいっぱい入ってました。嬉しい。ちゃんと8ピースって書いてあったね。全然見てなかった。すごい得した気分です。
でこのクリップが結構こうちっちゃいんですよね。ちょっとなくしそうなぐらいちっちゃいんだけど、ちっちゃいからもうこれの通り手帳の表紙からはみ出ないサイズ感っていうのが嬉しいなって思って、で厚みもこれ 0.15mm なんだって。だから紙につけてもデコボコが気にならないらしいので、ちょっと使っていこうかなと思います。で続きまして、私は100円ショップセリアに行ってきました。セリアではね、食器を買いたかったんですよね。ちょうどうちにある普通サイズっていうんですか、よくある普通の丸いお皿、IKEA の使ってるんですけど、それがちょっと傷ついてしまって新しいの欲しいなって思ってセリア行ったんですけど、なんかこれっていうちょうどいいお皿がなくて全然関係ないお皿買いました。はい、こちらもう可愛くない？ちょっとした小皿なんですけど、真ん中にちょっとケーキとかスイーツ置いても可愛いし、和風にも洋風にも使えそうだなって思って、菊型の平皿って書いてありますね。これを購入しました。食洗機対応ということでね、やっぱそこが私の中でポイントですね。ほんと今年買ってよかったのって食洗機とドラム式洗濯機だなって思っていて、だからね、食器買う時食洗機対応かをちゃんと見てるようにしてるんですよ。今まであんま気にしないでさ買ってたけどね、せっかく食洗機あるから使えるのにしようと思って。というわけでこちらのちっちゃいお皿を2枚買いました。本当はね、もっと食器集めたいんですけど、難しいね、食器選びって。一回今ある食器を全部誰かに譲って、食器をゼロから全部選んでほしい。プロというの得意な人にコーディネートしてほしいなって思います。なんか自分で料理作っても写真撮った時にお皿の組み合わせがって思って、そのコーディネートが多分あんま得意じゃないっていうか、うちにあるのではなんかもうどうにもこうにもみたいな状態になってて、本当にね、もっと可愛いお皿でうまいことコーディネートして写真撮ったやつもちゃんとあげたいとか思うんだけど誰か助けてって思ってます。あと100均ではこれも手帳アイテムになるのかな、こういうシールも買いました。めっちゃ可愛くない？完全に一目惚れです。これマスキングテープ素材で、これ全部ここがこう角になってるんで、なんかこの写真貼りたいなとか、そういう時にね、ここの角でペッペって止めて貼るのめっちゃ可愛いと思って買いました。嬉しい。ちょっとこちらガンガン使っていこうと思います。これちょっとこのシリーズ集めたくなっちゃうから危険な香りがします。あとは現実的なお買い物、しりとりです。ベランダでね、家庭菜園をちょこちょこやってみるようになって、そしたらすごく汚れますね前は別にベランダ掃除とかそんなしなくてよかったんだけど、やっぱ植物育て始めると土が舞ってたりとか葉っぱが落ちてたりとかするようになって、ほうきだけね、近所のスーパーで緊急で買ったんですけど、ちりとりがなくて、ちりとりあったらいいなと思って買いました。なんかここにね、ほうきをパチッとはめて収納することができるそうなんで、うちにあるのが合うかわかんないんですけど、ちょっとこれで使いたいと思います。あとは本屋さん行きました。本屋さんで雑誌7を買いました。本は基本電子書籍派なんですけど、着物関連のやつは結構パッて見てバーって見たいっていうのがあるので、そういう時はなんだ、現物なんていうの、本物？電子書籍じゃない普通の本ってなんていうんだ、リアルの本を買うようにしています。というわけで今回はね、私気になったのは旅するサラサっていうサラサ特集があって、そのページがもう見てるだけでわーかわいいって感じなので、こちらを購入しました。ゆっくり読みたいと思います。続いて私、伊勢丹に行ってまいりました。伊勢丹でまず買ったのこちら、お茶です煎茶めっちゃ可愛くない？宇野明さんのこのパッケージがあるなんて知らなくって、見た瞬間にこれくださいってなりましたお茶が売ってるコーナーがあって、新宿伊勢丹に。で、私はお抹茶を買いに行ったんですよ。だから煎茶買う予定なかったんですけど、このパッケージ見たらもう買うしかないじゃないですか。だから速攻でこちら買いました。ちゃんとお抹茶も買いました。お抹茶がこちら、音の葉オーガニックのお茶らしいです。一
に私どこのお抹茶がどうとか詳しくないんで、もうただいろいろ試すっていうタイプの人なんですけど、このお茶買ったところでね、お抹茶も売ってたので、そちらにしてみました。これからね、ティータイムが楽しくなるぞということで、お菓子も買ってきました。じゃーん。こちらも伊勢丹なんですけど、花咲かりんっていうお店かな、読み方合ってるかな。なんか初めて見たお店だったんですけど、期間限定で出てんのかな、常に出店されてるのかな、ちょっとわかんないんですけど、でも割とコロコロお店が変わる場所にあったんで、もしかしたら期間限定かな。本当はいっぱい買いたかったんだけど、ちょっと消費しきれなそうなので、めっちゃ可愛いなって思った2つに厳選して買ってきました。じゃーん。ちょっと袋に入ってて見えづらいかもしれないんですけど、お花になってるの可愛くないですか？花咲かりんの塩かりんごま塩っていうので、ごまがね、なんかつぶつぶのドットみたいになってて、それがまた可愛いなーって思ったんですよ。そしてもう一個がこちら、花咲かりんのチョコかりんいちご。こちらチョコのコーティングがされています。めちゃ可愛い。ということで、しょっぱいのと甘いのっぽいのをね、1個ずつ買いました。これはなんかね、かりんとう風味のお菓子みたいですね。後でティータイム的な時にね、食べようかなって思って。私買ったの12月だけど、でも2月の上旬ぐらいまで持つっておっしゃってたんで、まあのんびり食べたい時に食べようかなみたいな。すごいんですよ。三重県のお店みたいなんですけど、ギフトボックスとかいろいろあって、これプレゼントにめっちゃいいじゃんみたいな。しかも面白いのがかぼちゃとかトマトとかなんかいろんなのあって、食べてみたいと思ったけど、そんなにお腹入らないと思ってね、厳選した2つでございます。いやー、めちゃめちゃ楽しみ。伊勢丹のそういう和菓子とか売ってるコーナーに行って、なんか1個だけ自分にご褒美みたいな感じで買って帰るのがすごい好き。大人の楽しみでございます。あと伊勢丹にはコスメを買いに行きました。リピ買いコスメっていうかリピ使いコスメなんですけど、やっと買いました。クリニークのラッシュパワーマスカラロングエアリングフォーミュラブラックオニキス。こちらは昔愛理さんにどっかハワイかなんかかなのお土産でいただいて、それで使った時にすっごくよくって、でそれ使った後もね、これまた使いたいなと思いつつ、でも他のマスカラもいろいろ試したいから、なかなかリピ買いっていうか、もともと買ってない、いただいた後にリピートしたかったんですけど、なかなか買えてなくって、でもずっと頭のどっかにこれをまた使いたいっていうのがあったんですよね。マスカラでそこまで忘れられないって珍しくないですか？それでちょうど今使ってるマスカラ切れちゃったんで、じゃあこれ久々に使おうと思って買いました。なんかね、まつげがこうツヤっぽくなるっていうか、ブラシも割と細めで使いやすいし、良かったんだよね。で、私ね、これ今回黒を買って、前も黒だったんですけど、この前まで期間限定、数量限定でこれの茶色も出てたっぽくって、でそれあったらいいなと思ったけど、やっぱりなかったわってなって買いに行けばよかった。茶色欲しかった。というわけで、私はすごくこれを買った後に、なんか茶色のマスカラが欲しいなと思ってマスカラを買いました。マスカラ買いが止まらなくなっちゃったんですけど、というわけで最後はアトマンアートマンでいろいろ買ったよっていう感じです。いろいろっていうかマスカラなんですよ。マスカラをね、2つ買ってしまいまして、はい、こちらヒロインメイクロング&カールマスカラのアドバンストフィルムブラウンです。ほんのり赤みのあるブラウンということで、これなんかめっちゃ昔からあるよね。でも私これ買ったこと多分なくて、でもいつも気になってて、でブラウンもブラウンでいろんなブラウンあるじゃないですか。黒ってもう黒って感じだけど、ブラウンってすごい幅が広いから、なんかどれにしようかなって迷った時に、このブラウンいいなと思って、こんな感じの割と暗めで赤みがちょこっと入ってるようなブラウンです。第3のマスカラ、フィルムとウォータープルーフの長所両立。お湯と洗顔料でオフできるんだけど、でもにじみにくいよっていう結構期待度高いんですけど、このマスカラなんか昔からあるし、で見てたらなんか限定色わかんないけど、なんかめっちゃ可愛いのがあって、限定色って書いてある。はい、こちら同じくキスミーヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルムの50番モーブピンク限定色です。大人可愛いくすみピンクっていうことで、最近ちょっと私ね、本当マスカラにハマってるっぽく
くて自分のことなのにぽくってなっちゃうんですけど、気づいたらすごいカラーマスカラとかが家に増えてて、ちょうどあれかな、松パしてまつげの調子がいいから塗るのが楽しくなっちゃって、それでいろいろなんか試したい気分になっちゃって、今日もね赤っぽいピンクっぽいマスカラなんですけど、これはこんな感じのモーブピンク、なんか大人っぽくてよくない？セクシーな色味というわけでね、こちらも使っていこうかなと思います。めっちゃマスカラ増えたじゃん。目足りないね、同時に買うなよって感じなんだけど、なんかいろいろ欲しくなっちゃって3本も買っちゃいました。というわけで以上がとある日のお買い物でした。本当にいろいろだったでしょ？ JU 購入品とかじゃなくていろいろっていう感じの充実したお買い物でした。気になるものあったらぜひチェックしてみてください。というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃバイバーイ。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介です。お洋服こちらのニットリリーブラウンで、帽子はこの前動画で作ったものです。リップはポリカのスティックプランパーエクストラセラム1番です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。